ぐらぐら揺れて、色も単調な映像が揺れなく迫力ある映像になったり、鮮やかで氷を滑るような滑らかなドラレコ映像が撮れる設定機器を紹介します。値段紹介と器具の取り付け方法。このロードバイクに取り付けます。ハンドル中央部分、レッグマウントを使っての取り付けです。カメラです。名前は DJI Osmo Action 5 Pro です。Amazon プライムで 42,592 円7月10日で購入しました。放熱性を考えて金属のケースも選びました。ニューアーという中国の撮影機材ブランドのものです。3,299 円でした。カメラ取り付け台座。ウランジという中国のブランド。マグネットベース磁気マウント。1,824 円。さらにハンドル取り付け具。レッグマウントという日本のブランド。5年前2つで 8,641 円でした。続いてガーミンマウント付きモバイルバッテリーライト1万ミリアンペアアワー。ロックブロスというブランド、アリエクスプレスで去年 3,497 円で購入。付属のケーブルでカメラにつなぎます。USB Type-B と Type-C の2つの差し口があります。カメラの左側面には電源ボタンと USB 差し口があります。これですね。ここに端子を入れるわけです。電源ボタンを入れます。上部の録画開始ボタンでも電源は入ります。1万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーが常時接続されて 4K60fps 高画質録画でも4時間半とか録画できるわけです。でも 4K60fps は使わないですね。現在 2.7K60fps で使っております。その場合5時間半とか6時間とか連続録画ができます。こういった状態でドライブレコーダーとしてしばらく使っていこうと思います。映像設定を検証した様子です。一押しの手ブレ補正からです。現在手ブレなしの動画画像、かなり触れております。続いてロックステディ。触れが止まりました。一番弱い手ブレ補正ですが、揺れてないです。これで十分です。補正を強めます。ロックステディプラス。強めることで画角が少しだけ狭くなります。さらに強めてホライゾンバランシング。画面傾き45度まで水平を維持します。氷の上を滑ってるみたいで傾きません。ホライゾンステディ。最強設定で逆さにしても水平を維持します。どんなに傾けても水平ですが画角は狭まります。全部並べました。上2つロックステディは傾いて、スピード感があります。ホライゾンの下2つは安定して落ち着いた感じです。私はロックステディにしました。続いてビットレート、映像の精細さについて。これは、標準です、現在。高に切り替えました。並べてみました。違いは微妙。大差はあまりない。拡大したら違うのでしょうけど、私はこうにしております。次、トーン、色の鮮やかさについて。現在これ普通です。ビビッドにしました。鮮やかさが強調されます。並べました。これもちょっと違いがわかりにくくて、どちらも綺麗です。私はビビッドにしました。続いて安定化シナリオ、ちらつきとか触れ防止について。現在は日常の設定です。スポーツの設定に変更しました。並べました。私は自転車に取り付けてガタガタするのでスポーツにしております。画角、次。画面に映る範囲についてです。
現在カメラを壁から30センチ離しております。壁には縦横の線が書いてある板が置いてあります。画角は標準歪み補正という設定です。パッと見では歪みなく綺麗です。スマホを比較で移動させてみます。スマホの歪みはないですが、中央から離れると少し大きく実はなっております。次、広角の設定。中央が少し盛り上がって歪みが出てますが、映る範囲は広がっております。スマホの大きさも中央と画面端でそれほど違いません。次、超広角です。広く映せます。でも中央が盛り上がって画面端も歪んでおります。スマホも中央と画面端で歪みが大きく、大きさも変わっております。外での比較です。動いているので室内ほど違いは感じられません。私はドラレコ運用なので広角にしました。外部マイクで安くきれいに録音する方法も紹介します。この機器 IC レコーダーです。7年前に買ったオリンパスのものです。今では3000円弱で買えます。なぜこれを使うかというと、ハンドルに設置しているのでガタガタとハンドルの音をね、拾うんです。どんな感じか。IC レコーダーを首から下げて、このネックレス、とても簡単にひねって付け外しができます。Amazon で830円で買います。これをつけて、ネックレスで服の中に入れて使います。カメラのマイクより良い音で録音できます。アクションカメラのマイク音声です。かなり振動の音を拾っております。外部の音声に切り替えました。耳で聞こえる音のみで振動音は入りません。はい、カメラのマイクにまた切り替えました。で、次外部のマイク。どうでしょう。以上です。アクションカメラご購入の際は今回の設定をご参考ください。ご視聴ありがとうございました。通勤坂でした。